皆さんこんにちは、幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。皆さんはいつから日本のアニメを見ていますか？最近ですか？それとも子供の時から見ていますか？私は子供の時から見ているんですけど、今日は私が子供の時日本で人気だった90年代のアニメの話を30分ぐらいしたいと思います。今日話すアニメはこちらです。ドラゴンボール、セーラームーン、ルローニケンシン、新世紀エヴァンゲリオン、スラムダンク。今回のアニメは全部90年代に人気で、今でもたくさんのファンがいるアニメです。さらに私も好きなものを選びました。どんな世代の人に人気だったか、どうして人気なのか、人気のキャラクター、アニメでよく出てくる言葉について話します。自分の好きなアニメだけ見てもいいですし、30分頑張ってリスニングにチャレンジするのもいいと思います。それではどうぞ。ドラゴンボール。ドラゴンボールは日本のアニメ漫画の中でも一番有名なものです。多分皆さんも、聞いたことはあると思いますし、ストーリーも知っている人が多いと思いますが、孫悟空とその仲間たちが地球を守るために強い敵と戦う話です。ドラゴンボールは日本では1989年からテレビでやっていました。今回紹介するアニメの中では一番古いです。今の50代や私のお父さん世代ジェネレーションの人もわかるので、たくさんの大人、特に男の人はドラゴンボールをよく知っている人が多いです。40代や30代の人もよく知っています。でも今の日本人の20代は有名なキャラクターの名前しか知らない人もいます。前に若い人にドラゴンボールのジョークを言ったら何ですかと言われてしまってすごく恥ずかしかったです。私は今40代なんですが、ドラゴンボール Z じゃなくて Z って言います。みんな見ていました。小学校ではいつも男の子たちがドラゴンボールごっこをしていて、よく戦っていました。小学校の時、学校の休み時間に悟空を書く練習をしていたら、男の子のクラスメイトが集まってきて、俺にも書いてと大人気になったことを覚えています。それくらいみんな夢中でした。ドラゴンボールが人気になった理由は、かっこいいキャラクターがたくさん出てくること、敵のキャラクターも魅力的だということです。フリーザとか魔人ブーとか個性的で今までのアニメにはいなかったようなすごい強い悪役がたくさん出てきました。もう負けてしまうかもしれないという気持ちに何回もなります。でも最後は悟空たちが勝つ。こんな理想的なストーリーで人気になったんだと思います。最近、ドラゴンボールの作者の鳥山明先生が亡くなりました。みんなすごく悲しかったんですが、海外でも多くのファンが悲しんでいるというニュースを見て、日本人だけじゃなくて世界で人気だったんだなと思いました。先生は亡くなりましたが、本当に人気のアニメなので、これからもドラゴンボールの映画やアニメは続くと想像しています。
ドラゴンボールの中で出てくる悟空のセリフで私の好きなセリフがあります。それはオラワクワクするぞです。これは普通の日本語で言うと私はワクワクしますですが、これが強い敵が出てきた時に悟空がよく言う言葉なんです。みんなが敵が怖くてどうしようと思ってる時にこれを言える悟空はすごいと子供の時よく思いました。大人になってからは大変な仕事が来た時、オラワクワクしてきたぞと言うようにしています。ポジティブでいい言葉です。日本人に人気のキャラクターは孫悟空とその息子孫悟飯です。1993年のファン投票では孫悟飯が1番で2番が孫悟空でした。でも1995年は1番が悟空で2番がベジータになりました。3番はトランクスです。私の好きなキャラクターはピッコロです。ピッコロは5番目に人気のキャラクターです。最初は悪役でしたが、悟空の仲間になって一緒に戦うようになります。見た目は怖いんですけど、本当はすごく優しい人です。孫悟飯をトレーニングした時のエピソードは悪い人からいい人になったエピソードでした。とても感動しました。皆さんの好きなキャラクターは誰ですか？どうして好きになりましたか？よかったら教えてください。セーラームーン。女の子ならセーラームーンを知らない人はいないくらい有名なアニメ漫画です。日本では1992年からアニメが始まりました。月のうさぎという中学生の普通の女の子がセーラー戦士になって戦う話です。セーラームーンをテレビで見ていたのは今の30代から40代ぐらいです。2014年にセーラームーンクリスタルという新しいバージョンが出たので今の若い人も知っていると思いますが、今の20代はプリキュアという別の戦う女の子のアニメを見ていた人が多いので、30代より上で40代くらいまでの人がセーラームーン世代と言えると思います。私が初めてセーラームーンを知ったのは仲良しという少女漫画の雑誌を読んだ時です。このセーラームーンが雑誌でスタートした時、すごく面白くて可愛くてすごい漫画が出てきたと思いました。その後すぐに漫画がアニメになって誰でも知っている人気のアニメになりました。その時私は小学生でした。主人公のウサギたちは中学生でしたが、まるでモデルさんみたいにスタイルが良くて、中学生は大人だと思っていました。美しくてかっこいい女の子たちに憧れました。セーラームーンの一番のハイライトはやっぱり変身するシーンだと思います。今まで男の子が見るアニメなどではロボットの変身シーンがありましたが、女の子が変身するシーンはなかったので新しいと感じました。それから5人のセーラー戦士が出てくるのも良かったです。5人は一人一人が
個性的でタイプも全然違います。友達とセーラームーンの話をするときは、誰が好きという話をよくしていました。あとは敵の男の人たちもなんかすごくイケメンでしたね。ネフライトとかジェダイトとか、みんな名前が石の名前でかっこよかったです。かっこよすぎてセーラームーン頑張れ勝てって時々言えなかったこともありました。日本人に人気のキャラクターは1993年のファン投票では1番がセーラームーン、94年はちびうさでした。ちびうさは小さい子にもすごく人気がありましたね。私の好きなキャラクターは日野レイちゃんでした。子供の時、レイちゃんはすごく大人に見えました。赤いハイヒールを履いて黒い髪で強くて美しい日本人という感じがして素敵だと思いました。小学生の時、一番大きなアニメグッズの店アニメイトに行ってレイちゃんの写真みたいなイラストがあるんですけど、それを買ったことを今も覚えています。皆さんは誰が好きでしたか？セーラームーンで一番有名なセリフは月に代わってお仕置きよです。有名ですよね。このセリフを言うとき、いつものポーズがあるんですが、それを家で頑張って練習していました。今はちょっと忘れちゃってできないんですけど、あと変身する時の、ムーンプリズンパワーメイクアップというセリフも服を着替える時に、一人で言っていました。これを言うと早く服を着ることができました。今考えると本当に恥ずかしいですね。るろうに剣心。るろうに剣心は1996年から始まったアニメです。今から150年くらい前、明治時代のお話です。主人公の緋村剣心は昔人斬りと呼ばれる殺し屋でしたが、新しい時代になってもう人を殺さないと決めます。でも剣心のところにたくさん強い敵が来て剣心に勝とうとします。剣心は殺し屋にならないように力をコントロールしながら戦うという侍のお話です。日本では、ルロケンと、短く言います。私が一番初めにファンになったアニメ漫画です。この漫画で、私はオタクになり、コスプレしたり漫画を描いたりイベントで本を売るようになりましたし、日本の歴史も大好きになったので、私にとって特別な漫画です。この漫画も、30代から、40代がよく知っていますが、2012年から2021年の間に、実写アニメで人気になって、さらに最近また新しいアニメシリーズが、始まったので、若い人でも知っている人は多いです。私の7歳の娘も剣心のファンです。もともと殺し屋だった侍がもう人を殺さないと決めて戦う、その設定がとても新しかったことや、日本の歴史の中でも
本当にいた人や有名な人が出てきて、歴史のファンにも人気になったこと、そして、敵も謙信の仲間もみんなキャラクターがすごくかっこよかったことが人気のポイントだと思います。この緋村剣心は侍言葉をすごく使うので、いつも時代劇を見ない子どもたちが侍の言葉を知るいいチャンスになりました。緋村剣心は私は緋村剣心ですじゃなく、拙者は緋村剣心でござると言いました。私のことは侍が使う言葉、拙者、そしてですやございますは昔のござるを使っています。日本の歴史についての話もたくさん出てくるので、もっと知りたくなってたくさん本を読んで、すっかり歴史のファンにもなりました。歴史が好きな人にもいいアニメ漫画です。日本人に人気のキャラクターは3回あったファン投票では1番はずっと同じ天心でした。2番もずっと相良佐之助です。私の好きなキャラクターもやっぱり謙信です。謙信は28歳でアニメがスタートした時、私もまだ子供でしたから、その時は主人公なのにちょっと若くないなと思っていました。少年漫画の主人公って普通10代なので、これも珍しかったです。あと女の子みたいに顔が可愛かったので、他の少年漫画とは違う魅力がありました。男らしくてマッチョでというタイプじゃない、スリムで綺麗な男の主人公。今までの少年漫画にはいなかったタイプでした。1996年のアニメでは女の人が謙信の声優をやっていました。ルロケンは技の名前もすごくかっこよかったし、ファンタジーが好きな人、今の言葉で言うと中二病の人にもいいアニメでしたから、私だけじゃなくこのアニメ漫画でオタクになった人は多いと思います。新世紀エヴァンゲリオン。新世紀エヴァンゲリオンは1996年に始まったアニメです。2015年の未来の設定、もう未来じゃないですけどね。で、主人公の少年が、ロボットのパイロットになって戦うアニメです。日本では、タイトルが長いのでエヴァとみんな呼んでいます。エヴァも、40代より上の人がリアルタイムで見ていましたが、2021年まで、新しいシリーズの映画がありましたので、若い人でも知っている人は多いです。あとアニメのオープニングソング、残酷な天使のテーゼはもう30年くらい前の、歌なのに、今でもカラオケでトップ10に入るぐらい人気です。エヴァンゲリオンを見たことがない私の子供たちでもこの歌は知っているくらい有名な歌になりました。エヴァがアニメで始まった時、日本中の人がびっくりしました。ロボットのアニメというとガンダムとか、子供が特に男の子が好きなアニメのジャンルですが、エヴァは子供が見るにはかなり難しいアニメだったからです。
私はアニメがスタートした時、主人公の碇シンジ君と同じ14歳でした。中学生でしたから大体のストーリーは理解できましたが、よくわからないことも多かったです。学校で昨日見たエヴァのアニメの話を友達として、意味がわからなかったところを聞いたり、一緒に考えたりしました。エヴァの、説明をしている解説本という本が、たくさんあって、それを借りて読んだりして、私だけじゃなく大人も子供も勉強しながらアニメを見ていました。同じ14歳のシンジ君が戦うことが怖くて逃げたいと泣いていたシーンも私の心に刺さりました。もし自分がパイロットだったらどうしようとすごく考えさせられることが多くて、言葉も、ストーリーも難しくて、それがすごく新しくて大人気になりました。今までのアニメとは全然違う。これはアニメの革命が起きたと思いました。アニメシリーズが終わってもそのエンディングがよくわからないという人が多くて、長い間話題になっていました。こんなミステリアスで魅力的なアニメは他にないと思います。日本人に人気のキャラクターは2020年のファン投票で1番はアスカ、2番は渚カオルでした。私の好きなキャラクターは、渚カオルくんです。美しい少年なのですが、彼には大きな秘密があってミステリアスな感じです。シンジくんの、声優さんは尾形めぐみさんという私が大好きな声優さんがやっていたので声は好きでしたが、シンジ君は心が弱くて壊れやすくてまるで自分を見ているみたいだったので最後まで好きになれませんでした。でもたくさん共感しました。アニメの主人公ってだいたい強くて勇気があってかっこいいことが多いです。でもシンジ君はその反対。こんな心が弱いアニメの主人公は初めてでした。このアニメは本当に大人のアニメだと思います。有名な言葉は、主人公の碇シンジ君が言っていた逃げちゃダメだ逃げちゃダメだです。この言葉もすごく流行っていたのでテストの前になるとよくみんな逃げちゃダメだと言っていました。スラムダンク。スラムダンクは1993年に始まったアニメです。バスケットボールをやったことがない不良の学生の桜木花道がバスケットボール部に入って全国大会に行くというストーリーです。リアルタイムで見ていたのは40代ぐらいの人です。スラムダンクは私の世代では知らない人はいないと思います。2022年The First Slam Dunk という漫画を描いた井上武彦先生が監督をした映画がリリースしてもう一回ブレイクしました。この映画のおかげで日本ではまたバスケットボール、短くバスケということが多いんですが、人気になりました。
20代も10代もスラムダンクはわかる人が多いです。特にバスケットボール部に入っている人は 100% 見たことがあると思います。私の子供も、小学生の時からバスケをやっているんですけど、チームメイトはみんなこのアニメを知っています。スラムダンクは本当にこのキャラクターたちがいるかもしれない、そんなリアルな感じがするのがいいです。絵もとてもとても上手で、漫画を読んでいてもバスケットボールのコートが想像できるぐらい、井上先生の絵は素晴らしいです。バスケのルールがわからなくても読んだり見たりして面白いと感じるのも不思議ですが、すごいことです。それからたくさんのキャラクターが出てきて、一人一人がすごくいいキャラクターというのもいいです。主人公の桜木だけじゃなく、チームメイトみんなかっこいいところ、そして、弱いところも見えて、ただ強いだけじゃない、みんな人間だと感じられるのが最高です。一番のハイライトは、バスケビギナーの桜木がどんどんバスケが好きになり上手になっていくところです。最初はバスケが嫌いだったのに、最後は真剣に真面目にバスケをして、顔も態度も変わっていきます。桜木花道の成長にみんな感動して、俺も頑張ろうという気持ちにさせてくれるところが人気のポイントだと思います。2回あった少年ジャンプのファン投票では、2回とも1位が桜木花道でした。2番はルカワです。でも最近のネットのファン投票では三井久志が1番です。私の好きなキャラクターも三井久志、ファンの中ではミッチーと呼ばれています。三井は中学の時はすごくバスケも上手でしたが、高校に入って怪我をしてバスケをやめることになり、不良になってしまいます。でもバスケ部の先生、安西先生のおかげでバスケをもう一度やることになります。このエピソードは日本人にはとても人気です。どんなに疲れていても諦めない気持ちが三井にはあって、さらに顔もイケメンなので女の子には大人気です。この三井久志のエピソードの中で、バスケ部の先生、安西先生が諦めたらそこで試合終了だよと三井に話すシーンがあります。このシーンが本当に感動的で、日本人はみんな大好きです。諦めちゃダメだと友達にアドバイスするとき、本当にこの言葉を使うことがあります。それくらい有名なセリフです。はい、ということで今日は90年代の人気アニメについて話してみましたが、どうでしたか？今日話した、アニメ、皆さんはどれくらい知っていましたか？もし、ほとんど全部分かったという人がいたら、私と趣味が合う人です。あなたの好きな90年代の好きなアニメやキャラクターについてもぜひコメントで教えてください。またアニメの話を日本語でしたいという人がいましたら、ぜひフリーカンバセーションのレッスン、アニメトークのレッスンに参加してみてください。iTalki というサイトからレッスンを予約することができます。リンクは下に書いておきます。このチャンネルでは、アニメや漫画について優しい日本語で話しています。
皆さんがもっと日本のアニメ、漫画を読んだり見たり楽しめたりできるようにお手伝いができたら嬉しいです。それじゃあまた。